さんこんにちは。シネークス坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけるとわかると思います。第7回1972年は美というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思いますが、その前にまず美とは何かについて考えなければなりません。美しいと思うものは人によって様々ですが、例えば満月や夕焼けは誰が見ても美しいと思うでしょう。あるいはネジは16世紀にポルトガル人によって伝えられるまでは日本にはありませんでした。これは極限まで機能を単純化した形状が人によっては美しいと感じるでしょう。さらには対称性を持った数式に美しさを感じる人もいるでしょう。しかしながら今回はそうしたものの美しさとは異なる美とは何かについて考えていきたいと思います。アンドレ・ブルトンがナジャーという小説の最後に美とは経練的なものだろう、それ以外にないだろうと断言しているのですが、ここでの美とは芸術における美であり、それは常に人々が拡張を続けていくものです。ですから月や夕焼けのような神の被造物としての美ではなく、人間が神のごとく振る舞った結果としての美、神の猿が作り出すデク人形の美しさを言います。それでは経練的とは何を指すのでしょうか。私はこれを日常凝り固まった先入観を取り去り、価値観を揺さぶるものだと捉えています。そこで紹介したいのがハンス・ベルメールという方です。ベルメールさんはナチス統制下でナチズムへの反対を表明した方であり、極端なフォルムの主に少女の人形を制作したことで有名です。これらの作品は当時のナチス政権で推奨されていたいわゆるアーリア人種とかいった完全無欠さに対する反抗であったわけです。またその露悪的にさえ見える作品群の中で突きつけられるエロティシズムは、女性性というものを否応なしに振り返らざるを得ないような仕掛けがいくつも施されていました。例えば彩色された人形の写真の中にドガの踊り子の絵と非常に酷似しているものがあります。私にはこれがドガの描いたモチーフをさらに純化して男性による女性の物体視、端的に言えば差別という現代の問題を浮き彫りにしたもののように見えます。ベルメールさんは人形とは逆に肉体を紐で縛ることによって肉体を物体そのもののように見せるような写真作品も残っています。これらは我々の既成観念に揺さぶりをかけ、人、特に社会的に見れば女性に対して端的に言えば植物的な性対象の物体として見てはいないかと問いかけられているように私には感じられます。このようにベルメールさんの作品は逆説的なヒューマニズムとも言えると思いますし、ナチズムの画一的な価値観に対する反抗でもあったわけです。このベルメールさんを1965年に新婦人という雑誌で初めて紹介したのが渋沢達彦さんです。渋沢さんが球体関節人形を紹介したことで、それまでロカビリー歌手だとか役者をやっていた四谷シモンさんは衝撃を受け、球体関節人形を作り始めたことはよく知られています。渋沢さんは翻訳家ですが、彼が紹介した様々ないわゆる異端の芸術や文学作品は、それを読む当時の人々のインスピレーションになり、それがまた新たな作品を生むということが起こりました。それで何度も引用して恐縮ですが、加藤周一は自身が掲げた雑誌文化という概念において、日本文化は常に外来の文化を取り入れるとき、大きな力が働くことで日本風にしてきたと言っています。それは単純にベクトル変換で説明ができるとも言っているんですね。そこで人形に戻ってもう一度言及しておきたいのですが、四谷シモンさんの初期の作品で未来のイブという作品がありますが、それはベルメールさんのように奇妙な形態はしていないんですが、挑発的ではあるわけです。時代がさらに過ぎて現代日本で代表的な人形作家に小月姫さんという方がいます。この方の作る球体関節人形は完全無欠に美しく、実際の人間よりもむしろ崇拝の対象である神の似姿のようです。私が初めて小月姫さんの作品を手に取ってみたのは18歳くらいの時でしたが、これに命が宿っていないのが信じられないというふうに自分の感覚を揺さぶられたわけです。小月姫さんの最初期の作品に月姫というのがあります。顔は日本人形のようなんですが、関節がついていて動かすことができる可愛らしい人形です。また他の人形作家さんの例えば天野カタンさんや90年代に裸のラリーズのギタリストとして演奏する三浦真紀さんの奥様である三浦静香さんの人形などは可愛らしくてどこか正気のない、永遠に成長することのない少女のものが多いわけです。このように渋沢さんによって紹介された球体関節人形というものが
日本において作られていく中で、それまであった伝統的な日本人形のような少女と融合して、さらに様々な力がかかって現代の四谷志門さんや小月姫さんや天野さんに代表されるような磨き上げられた美しい人形ができるわけです。ここにおける人形表現に与えた力というのを考えていきたいと思います。1972年というのは萩尾元さんがポーの一族という漫画の連載を始めた年です。この作品の主人公エドガーは美しい少年の姿をした吸血鬼であり、通常ありえないんですが、事情があって少年の自分に望まずに吸血鬼になってしまうわけです。ですから人ならざる存在である吸血鬼の中でもさらに異端であり、疎外感や孤独感の影を常に宿しています。唯一エドガーが執着する妹のメリーベルを除いてエドガーと同じ境遇の人はいないわけです。この作品が多くの人に共感されたのは、社会に適合できない人の孤独な魂をその美しい表現によって癒したからだと思います。またこの作品の舞台はヨーロッパですが、当時の人々は遠く離れた場所の自分が住んでいた文化圏とは異なる世界で起こる出来事に遠い憧れと同時に自分が今感じている悩みや苦しみを主人公と自らを重ね合わせることで消化したのだと思います。さらに言及すれば少女たちの大人になることへの恐怖というようなものも内包していたように思います。そして渋沢さんが輸入し、例えば萩尾さんが咀嚼して生み出したようなこのような表現は、存在しないひたすらに美しい異世界としてのヨーロッパとして日本に定着し、疎外感や孤独感を持っていた人たちの魂を引きつけていくことになるのです。その結果が現在の日本での球体関節人形の需要のされ方だったり、ゴスロリのようなファッションにも通じてくると思うんですね。裸のラリーズに関して言うと、形態は紛れもないロックミュージックですが、その試作は主に渋沢さんですとか生田耕作さんなどが翻訳にあたった異端のフランス文学からの影響が色濃いように思います。また服装も例えば当時のアメリカのロックなどから感じられるマッチョイズムとは対極にあり、ポーの一族の登場人物のように中性的なものです。ベルベット・アンダーグラウンドというバンドのボーカリストだったルー・リードさんがトランスフォーマーというアルバムをリリースしたのがこの年で、ビシャスという曲から始まるこのアルバムはロックンロールに意識的に大敗を持ち込んだ最初期の作品だと思います。このアルバムは彼のアルバムの中でも人気が高いものですが、日本版の初版レコードの帯にはグラムロックシリーズと書いてあります。グラマラスなロックという意味ですが、これはある側面から見ればロックが細分化されたとも言えます。歴史的に見れば大敗的な表現というのは社会体制が安定している時に起こるものなんですね。ですからこのような表現が受け入れられるようになってきたのは大規模な社会変革運動の収束とも取れるし、ポストモダン的世界観の始まりとも受け取れると思います。ちなみにトランスフォーマーのレコードのうちグラムロック帯はピンクと白の2種類あり、ピンクが初版ですが白の方が珍しいですね。帯が白くてもプロモーション版ではないので気をつけましょう。またオイルショックの影響からか盤面が薄く CD2 という新しいレコード制作技術が使われています。レコードに関してはまた今後独立した回を作ってまとめて語りたいところです。それで10代くらいの頃の自分はそうした表現と接するときに自分の生きづらさが癒されると同時に、それを知らないとか読んでもわからない人々に対しては見下すような感情が起こったことを覚えています。それはなぜかといえば、そこでの孤独感や疎外感は傷つきやすく繊細で生きづらさを感じているからこそ、その作品がわかる自分の魂がマイナスからプラスに転移するという感覚から来ています。しかしながら他人を見下したからといって自分が何者でもないのは変わらないので、他人を見下すのはやめましょう。冒頭のナジャに戻りますが、ブルトンにとって異端の美の化身であったナジャは精神病院に入れられてしまいます。ブルトンは当時の精神医療に対しての疑義を呈しているのですが、ここで美とは何かについて改めて考えると、それを体現してしまう人間とは世の中から見れば危険であり病気であると取られてしまう。狂気と隣り合わせであるということを提示しており、現代にも通じる普遍性を持っているという意味で神話的です。ということで1972年は1960年代に渋沢さんなどに代表される文学者によって輸入された異端の美が漫画とかロックという新しい表現形態の中で市民に浸透していった時期であったわけです。裸のラリーズもまた異端の美を体験する存在として活動を活発化させていくわけで、
その詩作やファッションには渋沢さんなどの翻訳に代表される異端文学の影響が色濃く出ており、異世界としてのヨーロッパというものを日本のロックの中に出現させた最初期の存在であると思います。この辺りはまだまだ語るべき事柄がたくさんありますが、今回は分量的にいっぱいいっぱいとなってしまいました。そろそろ分量が多くなってくるのは年ごとのリリース作品数も増えてくるからなんですが、断腸の思いで捨てていこうと思います。また1970年代の少女漫画も語りたいテーマではあるので、好きあらば言及していこうと思います。第8回1973年は仲間というテーマでやっていこうと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。それでは坪内和夫でした。